こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳者の年収っていくらぐらいなのという質問にお答えしたいと思います。翻訳者を目指していらっしゃる方って翻訳者って一体いくらぐらい稼いでるんだろうってすごく気になる方が多いと思います。なのでそこのところをちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、実を言うとですね、翻訳者の年収ってすごくバラバラというかまちまちなんですよね。理由は3つあるんですけれども、1つには、翻訳者の仕事ってすごく自由度が高いというのがあります。で、自由度が高いのでパートで翻訳をしてらっしゃる方もいらっしゃればフルタイムで翻訳をしてらっしゃる方もいるし、本当にバラバラなんですね。フリーランス翻訳者のメリットとデメリットっていうビデオでもお話ししたんですけれども、子育て中だから今はちょっと仕事をセーブしてらっしゃるとか、あと今介護をしてらっしゃるから仕事を半分ぐらいしかしてないっていう方もいらっしゃれば、あとは税金関係の事情でね、ご主人の配偶者控除から外れないようにするために一定の金額しか稼がないっていう風に決めてらっしゃる翻訳者さんもいらっしゃるって聞いたことがあります。だからそういう方たちも翻訳者さんとして年収をカウントするとそこは低くなってしまうし、で逆にフルタイムでバリバリ働いてる方なんかは翻訳をすればするほどお金が入ってくるっていう状況になるので、本当に幅が広いですね。だいたいそうですね、年収200万円ぐらいから1000万超えるみたいな、それですごく幅の広い状況になってしまっています。2つ目の理由っていうのは、翻訳の料金設定自体っていうのが本当に天と地ほども差があるっていう状況があります。翻訳料金がどうしてこんなに違うかっていうと、例えばそのクライアントさんの予算であったりとか、予算がある場合とない場合とでも料金違ってきますし、あとそれと発注元の国の生活水準に合わせて物価がちょっと影響してね、スライド式に料金が変動してるっていうような場合もありますし、あとはその翻訳会社を経由するとか、お客さんから翻訳者の手に仕事が渡るまでにどれだけ仲介の手が入ってるかとかね、そのいろんな仲介が入ってたりとか、あと翻訳会社を経由する場合であれば、例えばそのプロジェクト管理とかいろんな経費がどうしてもかかってしまうので、その諸経費を差し引くと翻訳者さんに支払ってあげられる料金っていうのがどうしても抑えなければいけないという状況が生じてきたりもします。なので直のお客さんと取引をしている場合と翻訳会社を経由している場合とでまた料金に、差が生じてきたりする場合もあります。で、3つ目は料金のその受け取り方もいろんなパターンがあります。英日翻訳、英語から日本語への翻訳の場合、例えば英語1ワードにつき10円とか、そういうようなワード単価が設定されている場合と、あとそれと時給で設定されている場合、1時間2000円とか2500円とかっていうので設定されている場合もあれば、あとは原稿用紙単位、出来上がりの原稿用紙1枚いくらっていうふうに料金が設定されている場合もあります。その他にですね、分量に関係なく、半専属とか専属契約っていうことにして一律1ヶ月20万とか30万とかで契約して、それで仕事を受けてらっしゃるっていう翻訳者さんもいらっしゃるし、本当に契約の形態がまちまちというかバラバラなんですね。で、そういうような状況もあるので、どうしても、その収入に年収が大きく差が出てきてくるという状況になっています。で、そのような結果として私が見ている限りでは、翻訳業界ではだいたい3種類の翻訳者っていうのがいると思っています。外食産業で説明すると分かりやすいと思うので、外食産業で説明しようと思うんですけれども、安い単価で
早く、サービスを求められる、ファーストフード系の翻訳者で、あとは、オールラウンドに、何でもこなすけれども、新しいお客さんっていうのも開拓したいと思ってて、さらに上を目指しているっていうファミレス系の翻訳者で、さらにもう一元さんのお客さんは取りません。もう固定客は十分いて、これ以上新しいお客さんを取りたくないっていうような、そこまで、その分料金も高いみたいな、寿司職人系の翻訳者みたいな感じで、だいたいこの大きく分けてこの3つに翻訳者さんっていうのが分類されると思ってて、でその分類の中でね、自分はちょっと寿司職人系というか、寿司職人を目指して頑張っているファミレス系の翻訳者であるとか、そのファーストフード系を抜け出そうとしている翻訳者であるとか、そういうような感じで分かれているような気がします。だから翻訳者さんにいくら稼げるのっていうと、ファーストフード系の翻訳者さんであれば、いやーもうダメだね、稼げないねっていうし、ファミレス系の翻訳者さんであれば、いやいやまだまだ頑張ってやっていけば十分食べていけるよっていうような翻訳者さんもいるしっていうような形で、ちょっと言うことがバラバラっていう状況が起きてきているような気がします。これから翻訳者になりたいって思ってらっしゃる方は、おそらく稼げる翻訳者になりたいって思ってらっしゃる方が多いんじゃないかと思います。特にフリーランス翻訳者の場合、昇給もなければ賞与もなく、どこで評価されるかというと、単価を上げていただけるとか、そういうところでその評価の物差しが他にないので、稼げる翻訳者を目指すっていうのはすごくいい目標ではあると思います。ただその時にね、忘れてはいけないのは、お客様にお金を払っていただいている以上、それに見合ったサービスを常に提供し続けられる翻訳者でいることを目指すっていう心がけはすごく大事だと思います。今は特にね、機械翻訳とかそういうのの精度も上がってきていて、ちょっとした簡単な翻訳であれば翻訳者の手を借りないでもことが足りる時代になっています。そんな中でぜひこの翻訳者さんにお願いしたいって言っていただける翻訳者になるにはどうすればいいかっていうことをね、常に忘れずに、自分磨きっていうのをね、常に怠らずに、この翻訳者さんに訳していただいてよかったっていつも言っていただける、そんな翻訳者になりたいっていうことを常にね忘れずに勉強とかそういうスキルアップとかっていうことを続けていくっていうのが翻訳者のキャリアを築いていく上で、とても大事なことなのではないかと思います。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.